今日はついに新車が届きましたということで、まだ 37.3 キロしか走ってません。僕はずっと中古だったので、もう30キロとか60キロとか走ってる車ばっかだったので、ちょっと嬉しいです。バックカメラとか、いろいろつけてもらったんですけれども、ここに、はい、2D のところがガラ空きになってます。ここにオーディオ関係のやつ、カーナビにもなったりとかするやつなんですけど、それをね、ちょっとつけていこうと思うんですけど、ここに、これと、これ、バックカメラの、これがあるんですけど、それをね、つけていこうと思うんですけど、このパネルとか、まだこれ貼ってあるんですけど、外して、ピラーとか外して、ここにアンテナ線を貼って、こっちにも貼って、で、ピラーのところから流してきて、後ろに流して、で、この後ろから 2D のやつにつけるって感じでやっていこうと思います。これはナビにもなったり、アプリ入れてナビにもなったり、あとテレビ見たり、オーディオ CD とか聞いたり、DVD 見たり、あと何できるんだっけな。あとラジオとか、そういうことができるっていうやつなんですけど、インターネットで探してみたらすごい3万いくらでそんなのがあったんで、いいなと思って買ってみました。はい。なんていうところかっていうと、ウォーワウトっていうのかな。はい。そんなところのやつをつけていこうと思います。フルセグチュナがついていて、で、このね、後ろが、ちょっと見えるかな。はい。こんな感じで、チューナー、FM アンテナと、Wi-Fi のアンテナと、ここにいっぱい挿すところと、あとこれですね、これ。いっぱい線が出てますね。はい。そして、こっちにアンテナと、はい、アンテナのついてます。この中に2つずつ入ってるんですけど、それで4つでフルセグのやつですね。こんな感じですね。入ってます。で、あと止める金具ですね。はい。こんな感じのをつけていこうと思います。接続するのに、これが必要なので買いました。カプラーっていうのか、ハーネスっていうのか、コネクタっていうのかわかんないんですけども、はい。これが必要です。で、これの中身なんですけれども、こんな感じのパネルと、金具と、あとこれ、予備のこれと、説明書みたいなやつと、あとこれですね。ラジオの変換のやつと、あとこれ。ね、これも同じようなカプラーっていうか、ハーネスっていうのかな、コネクタって。はい、これが入ってますので、一応ね、外すときとかつけたりとかして、これ、傷つかないように、テープ貼ってます。こっちも外しちゃったんですけど、外したりとかつけたりとかすると傷つかないように一応つけてます。はい。パネルなんですけれども、もう外したんですけど、これ、こんな感じで、2つ、パネルがついてます。で、まず、この黒いやつ、外すんですけど、どこから外れるかっていうのが、注意点で思ったんですけど、この、黒いとこと白いところがあるんですよ。グレーかな。で、黒いところが外れるのかなと思って、ここに爪入れて、ここに爪入れて、こんな感じですね。こんな感じで頑張ってぐぐ引っ張ったんですけど、抜けなくって、このグレーのところから、ここに爪を入れて、指を入れて、あと下とかですね。下とかに指を入れて、引っこ抜くと抜けました。で、こっちは、この、裏見ると、よいしょ。こんな感じで、こんな感じで、はい、爪がついてます。で、これは、ここのところをグッと2つ押して、そして3つ、こっちの一番右のここもグッと下に押して、そして、こっちの
左のここ見えるところも下にグッと押して、下側を外して、左側も、左側の方から、左側をこう、引っ張ると、外れました。そしたら、この、ピラー、取り外していきます。で、ピラー取り外すために、まずここの黒いゴムパッキンみたいなやつ外すんですけど、さて、指入れてあげれば、はい。引っ張れば取れます。はい、こんな感じで。はい、取れました。ここ、見えるかな？入ってるかな？まあ、指入れてあげて、指入れてあげて、よいしょ。グッ。よいしょ。取れない。あ、来た。はい。あ、取れた。よし。よいしょ。よいしょ。はい、取れました。裏側、こんな感じで。こんな感じで。こんな感じですね。はい、こんな感じです。こんな感じで、まあ、これで、ついてるので、引っ張れば取れます。はい、ですね。これとこれ、つけていくんですけれども、なんかね、メーカーによって、なんか L とか R、これまあ LR なんですけど、はい、LR なんですけど、AB とか、そういう数字やアルファベットで書かれているいろんなメーカーさんがいるんですけど、まあ、どっちがどっちやか、まあ、どっちをどうつければいいのかっていうところで、この、はい、太い方、わかるかな？はい。太い方が、外側の部分に来るように。ね。こっちは、R の方は、上のこっちが太い線なので、この太い濃い方が、この外側に来るように。はい。貼った方がいいらしいです。マスキングテープさっきつけました。で、まあ、こっち側だけつけたんですけれども、端っこの、この黒いところから12センチ離さなきゃいけないらしいんですけど、11センチかな。まあ、そこら辺の距離離さなきゃいけないらしいんで、まあ一応、予備持って13センチのところで、ここのラインを引いてます。こっちも13センチのところで、このラインを引いてますね。13センチのところにマスキングテープを買って、ちょっと今、買ってね。はい。片手で、なんとか綺麗に貼れた。はい。こんな感じ。これの状態で、こうやってやって、ここかなーって、やってあげて、まっすぐになった状態で、つけてあげると。こんな感じです。貼ることできました。こんな感じで貼れてます。ね、こっち、この太い方がこの中に入ってますね。こっちも、この黒いところちょっと重なってる水ですけど、入っていて、はい、こんな感じで貼れました。はい、これなんですけど、これなんか先が、これまあこっちの方にこうなってるんですけど、こっちの方につけた方がいいようなので、まあ皆さんそうやってやってるので、まあ曲線とかないと思うんですけど、多分どっちでも大丈夫だとは思うんですけど、まあ一応念のためということで、こっち側、こんな感じで、この線が上に来るようにつけています。両面テープを剥がすと、まあ、こんな感じになってるので、鉄の部分をこうやってサイドに曲げてあげて、ここの R っていうところですね。の銀色の部分にこうやってくっつけます。貼り付けたアンテナ線のところ、外から見ると、こんな感じでしっかり、はい、銀色のところに鉄の部分が当たってますね。はい、外から見て確認してください。ついたら、このコードを、ここに、はい、入れ込んでください。ここが、ちょうど、ちょっとめくれる感じ。
になってるので、ここにキュッキュッキュッと押し込んであげれば大丈夫です。アンテナ線なんですけど、こんな感じでなってます。両面テープがあって。で、この先に、こんな感じで自分のは、なんかこれがあるんですけど、これなんか、ピーラーのところでカチャ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 鳴ると音が鳴りそうなので、これにこんな感じのを巻いて、で、ピーラーのところに入れてあげると。こっちも、ピーラーの中にうまいこと入っていけるように、止めてあげてください。こっちもね、しっかり入りました。で、線が変わってきてるんですけれども、こっちも変わってきてるんですけど、こんな感じで、結束バンドとかあれば止めてあげればいいんですけど、今はこんな感じでつけてます。ここもつけてます。で、こうやって線が流れてきて、つけてますね。ここから、はい、針金。こんな感じの針金ですけれども、針金を、ここの隙間から下に入れていきます。針金入れます。で、針金入れて、この隙間から、ちょっと奥に見えますね、赤い針金が。あれをこっちの方に引っ張ってきます。ちょっと、うまく曲げたりして引っ張り出さなければいけないので、こんな感じで、ぐにゅっと曲げたりとかして、はい。でもらって、針金をここから入れて、はい、無事、ここから、はい、出てきてくれました。はい、中はこんな感じですね。ここ、あっちの奥のところから、こうやって、こっち側に来てくれてます。で、この調子で、この、裏のところまで持ってきたいと思います。これはね、あとは、簡単かな。はい、無事こっちまで、はい、来てくれました。長ったらしくあるんですけど、線があるんですけど、今この先を、こんな感じで、針金に、くくりつけてあげます。で、この針金がどこにあるかっていうと、ここですね。こっちの方に来ているので、さあ、針金を引っ張るとうまいこと入ってくれれば、はい、大成功なんですけど、ちょっと引っかかりそうだったんで、こんな感じで、はい、まとめてみました。さあ、行ってくれ。さあ、行ってくれ。よいしょ。行ってくれ。よいしょ。おー、いいね。よし、取った。さて、じゃあこっちから引っ張って。さあ、来てくれるかな。あ、そこにありますね。はい、来てくれ。あ、来た。はい、取ってきましたね。はい、こっち来てくれ。はい、来てくれ。よいしょ。ちょっと足りないかな。さあ、来てくれ。あ、針金か。あ、来た。残りのやつ全部引っ張っちゃってください。余ったケーブルはこんな感じで、はい、まとめておきました。こっち側に隠すために、ちょっと長さをこんな感じにしてあります。で、この先にね、はい、つなげるところがありますので、こっち側は、ここから入れると、入らないんで、こっちから、まっすぐ、できるだけ針金をまっすぐにしてあげて、入れてあげると、通っていきますんで、向こう側から上に出してあげるという感じでやると通りますね。ここにある GPS ケーブルもこんな感じで、こっちまで、はい、引っ張ってきました。ここ取ったんですけれども、ここのネジを取ります。ですね。よいしょ。こっちもね、じゃあ取ります。鉄の金具もこんな感じで取れます。はい、取ってください。グローブボックスは、開けてね、こうやって引っ張ってあげると取れます。よいしょ。あー、取れた。はい。こんな感じで、はい、こんな感じの留め具で、この中の、ここで止まってます。はい、グローブボックスの裏に FM アンテナがあるって言うんですけれども、このパネルの裏にありますね。このグローブボックスから、
ぐぐぐっと、はい、入ってみてください。で、パネルの裏を見ると、はい、ありました。このグレーのやつ。これですね。これ。はい、これです。これがラジオのアンテナなので、これを取り外してください。よいしょ。はい。ここについてましたね。じゃあこれを取り外して、はい、ありました。で、これを、ここにね、この前の方に持ってきますね。下からこうやって入れてあげて、上から引っ張ってあげると取れますんで、はい、こんな感じで上に上げてください。はい、だいぶ接続してみました。こんな感じになってます。ここにあったこれ。ね。はい。つなげました。で、あとはこれを、ね、ここのところに挿していくという。そんな感じで。はい。あとこれも、サイドのこれもつけちゃって。はい、こんな感じになってます。一つ、ここアースなんですけど、今こうやって自分挟んだだけなんですけれども、本当は、これにね、挟んで、ネジ締めてあげればいいんですけど、これなんかネジが短すぎて挟めなかったんで、こんな感じにしてあります。で、あとは、そうだな。こう、つけるところがない、こういうところもあるんですけれども、これは、絶縁体とかで、絶対接触しないようにしてあげてください。はい。これ、USB のこれ、線が、はい、あるんですけれども、これを、ここから、入れてあげて、キュッキュッキュッと、入れてあげると、はい、運転席の、ここに出てきてるんですけど、ここから出すとちょっと邪魔になるから、ここに入れたいんですけど、この、ETC の穴が、この後ろにあるんで、そこからキュッと USB の出して、ここに携帯を置いて、置こうかなっていう感じで思ってます。はい。こんな感じで、はい、やっと収まってくれました。はい、こうやって止めてあります。で、今、ディスプレイ外してるのは、ここにパネルはめるために、今取り外してますけれども、こんな感じにやっと、はい、ついてくれましたね。で、今、ここの後ろが結構きつかったので、地デジチューナーとか、こっちに全部流してます。で、こっちで全部接続して、アンテナ線も、こっちのアンテナ線も全部、ですね。はい。こっちに流して、こっちからこっちに流して、ここで繋げようと思います。これであとはパネルを戻します。はい。やっとパネルとかもつけて、はい。やっと、こんな感じでついてくれてます。